日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日はコメント欄で何度か質問された嫌いと嫌はどう違うかについて動画でお答えしたいと思います。確かに嫌いだもな形容詞だし、嫌だもな形容詞で、見た感じただ読み方が違うだけのように感じるかもしれませんね。でもこの2つには違いがあります。ではまずデパートで服を選んでいる妹とお姉さんの会話を見てみましょう。そして2人のセリフの中に空白の部分があるので、その部分は嫌いを使った方がいいか嫌を使った方がいいか考えてみてください。お姉ちゃん、この白い服はどう？確かお姉ちゃん白が好きだって言ってたよね。確かに白はじゃないけど何？はい、まずはここまでにしておきましょう。最初、妹はお姉さんに確かお姉ちゃん白が好きだったよねと言っていました。ちなみに好きだよねと好きだったよねの違いは何だと思いますか？好きだよねというのはただ単純に確認しているだけですが、好きだったよねと過去形で言うと、確か以前そう言っていたと思い出していることを強調することができます。そしてお姉さんは好きとほとんど同じ意味の何々じゃないという言葉を使っています。答えを見てみましょう。確かに白は嫌いじゃないけど何？はい、好きだっていうことは嫌いじゃないとほとんど同じ意味ですね。このように嫌いっていうのはその人がずっと前から好きではなかったことを表します。逆に今日は白が嫌いだという言い方はできません。もし白が嫌いなら今日も昨日も先週もずっと嫌いなはずなので、このように時間を限定する言い方をすることはできません。では会話の続きを見てみましょう。嫌いじゃないけど何？白って結構汚れが目立つからなのよ。はい、ここで白っていう色は汚れが目立つから今日は買いたくない、今回は買いたくないとお姉さんは考えているようですね。白っていう色が嫌いなわけじゃないけど、白は今回はやめておきたいっていう時にどんな言葉を使えばいいでしょうか？先に答えを見てみましょう。白って結構汚れが目立つから嫌なのよ。はい、ここで白は汚れが目立つから嫌だと言っていましたね。もしかするとお姉さんはこの服を着て食事をすると汚れが目立ちやすくなるから嫌なのかもしれません。っていうことは、嫌だっていう言葉はある条件下であることを受け入れることができないとか、やりたくない、買いたくないっていう時に使うんですね。ですから嫌いの反対語は何ですか？好きですね。でも嫌だの反対語は何だと思いますか？いいになります。例えば白い服は嫌だ、でも黒い服ならいいのように言うことができますね。では問題です。子供が公園で遊んでいます。その子供さんのお母さんがそろそろ晩ご飯の時間だから帰りますよと言いました。子供が帰りたくないと思った時、この子は何と答えますか？嫌だと答えますね。あまり見かけることはありませんが、この嫌っていう言葉は嫌っ
と書くこともできるそうです。あることをやりたくないとか受け入れられない時に嫌だという言葉を使いますね。では次の問題です。お母さんが子供にちゃんと人参も食べなさいと言いました。子供は嫌だと答えました。お母さんがどうして嫌なのと尋ねると、子供はだって人参は何々だからと答えます。子供は何と答えたと思いますか？これは人参が嫌いだからですね。嫌い、つまり好きじゃないということですね。少し気をつけたいのは、嫌いと嫌という言葉は後ろに名詞がついた時にはさっき言った説明以外のニュアンスも出てくるということなんです。例えば嫌いな人と嫌な人はどう違うと思いますか？例えばあなたが田中さんのことを嫌いな人だと言ったら、それはただあなたの考え方、感じ方ですね。ですから田中さんがこちらに歩いてくるのを見て、あ、私が嫌いな人が歩いてきたと言えば、普通嫌いだと思っているのはあなただけだということをあなたは知っています。でも田中さんが歩いてくるのを見て、あ、嫌な人が来たと言ったらどういう意味になると思いますか？嫌なというのは、田中さんは客観的に見てもみんなが嫌だなと感じる人だと言いたいのかもしれませんね。ですから今日は嫌な天気だと言えば、自分だけではなくてみんなにとって嫌な天気だと言っていることになりますね。ところで気をつけたいのは、嫌だは三人称には使えないという点です。例えば田中さんはピーマンが嫌だという文は少し不自然なんです。でもこの嫌だのような感情形容詞も形容詞ではなくて動詞にすれば三人称でも使えますよ。では質問です。嫌いだとか嫌だを動詞にするとどうなりますか？それは嫌うと嫌がるです。じゃあ嫌うと嫌がる、この2つはどう違うと思いますか？例えば田中さんはピーマンを嫌っていると、田中さんはピーマンを嫌がっているには微妙な違いがあります。嫌うっていうのは状態を表す動詞ですので、心の中で嫌いだと思っているだけかもしれません。しかも今までずっとそう思っていたかもしれません。でも嫌がるっていうのは食べたくないと今思っている、それだけではなくてそのことを態度や言葉で表していることが多いです。つまりピーマンはいりませんとはっきり言葉や態度で表しているかもしれませんね。はい、わかりましたか？じゃあ最後に簡単に復習してみましょう。もしいい人だけど結婚までは考えられない相手に結婚しようと言われたらどのように断りますか？嫌ですですね。まあ確かに嫌ですってこんなにはっきり答える人は少ないと思いますが、嫌いですと答えるよりはマシですね。嫌いですというのは結婚するのが嫌なだけではなくて、その人のことが好きではないということになりますね。では嫌ですと断られた相手はその言葉を聞いて何と答えるかもしれませんか？もう待つのは何々だよ。これはもう待つのは嫌だよですね。今もう待ちたくないということなので嫌だを使います。嫌いだではありません。はい、他にも質問があればコメントしてください。
コメント欄ではすぐにはお答えできないかもしれませんが、将来動画の中でお答えしたいと思います。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。